通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ、本日はですね、イギリスで逮捕されたと言われている一人の VTuber の話題になります。現在ですね、一部ネットを賑わせております、この逮捕騒動なんですが、とあるイギリス在住の VTuber がね、自身の絵によって逮捕されたと、このように言われているんですね。これが本当だったらね、イギリスここまで来たのかと言われてしまっているようですが、本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ皆さん、ゴールデンウィーク真っ最中ですね。これ見てないでしょもう皆さんね、どこかお出かけになられてるんじゃないでしょうか。見てないですよねフクタもですね、ちょうど昨日ですか、久々にね、ディズニーのね、舞浜ですね、海方面にまた行ってまいりまして、いやーとにかく過ごしやすい気候でですね、最高でしたよ。タワーオブテラーも2回乗れてね、美味しいものたくさん食べてまいりましたが、皆さんゴールデンウィークどのようにお過ごしですか？おそらくね、先ほども言いましたが、この動画ね、誰も見てないと思いますが、ちょっとね、気になるニュースが入ってきましたので、今日こちら見ていきたいと思います。で、本日お伝えする話題なんですが、特にね、大きなメインストリームメディアで報じられているわけでもありませんし、この VTuber さんの活動というのもね、実際よくわかっていないんですよ。なので、動画中にね、使える素材というのがありません。なので、ちょっとね、ほんとこちらの都合になってしまうんですが、ちょうどね、ディズニー行ってまいりましたので、その動画でも流してみようかなというように思っております。ちょっとここはすいませんね。で、本題に入る前にですね、こちらですね、なんと皆さん、スーパーマリオギャラクシームービー、現在ね、ボックスオフィス、大変なことになっているというか、おかしなことになってるんですね。こちら、ドメスティック、国内が約4億ドルですね。そして海外、インターナショナルが14億ドル。皆さん、海外が14億ドル。そしてその合計ですね。なんと現在ワールドワイド18億ドルと。ついね、数日前までは8億ドルぐらいだったんじゃないかなと思いますが。現在ね、これが大変なことになってるんですよ。で、こちら別の集計サイトですね、ナンバーズを見てみますと、スーパーマリオギャラクシームービー、こちらやっぱりね、8億3000万ドルになっておりますので、おそらくこれね、何か表示がおかしくなってるんですね。誰かの願望になってるのかもしれませんが、一応ちょっとこれね、記念に残しておきますね。さすがにこれはないだろうと思ってしまいますが、今現在ですね、このスーパーマリオギャラクシームービー、ボックスオフィス文書の表示が18億ドルになってます。このぐらい言ったら嬉しいですけどね。英国のアーティストが自身の架空のアニメ作品を理由に2009年の児童保護法の下で逮捕されたと主張している。英国在住のデジタルアーティスト兼 VTuber が自身の描いたイラストを所持していたとして4月20日に警察に逮捕されたと主張している。彼女によれば警察は自宅内の全てのデバイスを押収、厳しい条件付きで保釈している。その条件には本名で新しい X アカウントを使用すること、そして Safe for Work、これね、SFW と言いまして、職場で見ても問題のないような内容。つまり全年齢向けのね、安全な内容であるということです。こういったもの以外の投稿を全面的に禁止することが含まれている。このアーティストはオンラインではミミヤナギとして知られており、詳細は本人が投稿している。問題となっている作品は、いわゆるロリやチビと言われる誇張された可愛らしいデザインのアニメ風キャラクターで、英国当局がこれを未成年を描写しているとみなす可能性があるものだ。そしてここが重要ですね。なお、逮捕について確認した警察機関は現時点では存在しない。ということでね、ちょっとね、何が起きているのか、ここまでね、一旦整理いたしますが、こちらですね。これね、実は新しくなった別のアカウントになるんですが、実際はこの前のアカウントですね。この方はデジタルアーティスト兼 VTuber のミミヤナギさん。で、名前だけ見るとね、日本人のようにも見えますが、これおそらく名前だけということですかね。実際はイギリスに住むイギリス人なのかもしれません。ちょっと詳細よくわかっていないんですね。割とこういった形でね、この界隈の人たちが日本人の名前を名乗るというのもあったりするので、この方はミミヤナギを名乗るイギリスの VTuber ということですね。で、この方がですね、どうやら、いわゆるね、デフォルメされたこういった絵柄ですよ。こういったのをね、自身で描いていたところ、これがですね、2009年のこちらです。ここね、コーナーズ。これ、検視官という意味です。and Justice Act。つまり、2009年、検視官及び司法法と言えばいいんですかね。これに抵触しているとして逮捕されたんじゃないかと言われているんですね。で、これがね、一体どういった内容なのかと言いますと、イギリスの刑事司法制度ですね。これを幅広く見直した包括的な法律と言われておりまして、一つのテーマだけではなくてね、複数の分野をまとめています。例えば先ほどね、タイトルにありましたが、権制度の改革、そして強制労働の犯罪化とかね、いろんなのが入っているんですが、その中に児童の禁止画像規制というのがあるんですね。これがね、今回のポイントとなっておりまして、
子供のね、そういったものを描写した画像。これ、実際の人間に対してじゃなくてもですよ、写真ですらなくって、イラストや漫画、アニメでも、ここに該当する可能性がありますよというものなんですね。で、これは何もね、その、ロリを描くだけとか、それが即刻逮捕につながるわけではありません。これを描く目的ですね。ちょっとね、YouTube ではなかなか全てをお伝えできないんですが、それが性的に描かれたりね、それを描くための目的。こういったのが一通り揃った時にアウトと、このようになるというものなんですね。つまり今回の場合はね、ミミ氏がこういったものに該当する絵を描いていない。もしただ自身のね、キャラクターの絵を描いているだけだとすれば、今回の逮捕というのが本当なのであれば、さすがに政府の過剰反応なのではないかと、こういうことになってくるわけですね。で、先ほどからですね、プクタかなり言葉を選んでこれをお伝えしているんですが、今回の一件というのはですね、大きなメディアはどこも報じていないんですね。ましてや警察発表があったわけでもありません。全く裏が取れてないんですよ。今回これね、日本でも一部界隈でね、大変物議を醸しているんですが、本当にこれが起きたのかどうかというのは誰にも分かっていません。ですので今回はちょっとそのあたり切り分けて、どういう主張がどこから出ているのか、これを見ていきましょうね。で、まずですね、現在こちらでね、まとめられておりますが、このね、チビレビューという YouTuber さんなんですが、主にね、アニメに起こる騒動、これをですね、非常にドラマティックに伝える方で、結構大げさに言うんですけどね、アニメですから基本は、日本のアニメに何が起きているのか、こういったのをね、メインで扱っている YouTuber。この方がね、こちらにあります。こんなスクショというのを投稿するんですね。これはミミヤナギさん。この方のアカウントから発せられているということで、ここではね、何を言っているかと言いますと、4月20日、ミミは自身の作品、そしてその作品のみの所持を理由に、イギリス警察に逮捕されました。現在はアカウントでの活動に関する刑事捜査の結果待ちの状態となっています。この逮捕により、彼女の全てのデバイスは押収されました。つまりこれ本人ではなく、第三者が書いてるということですね。保釈条件の一環として、ミミは新しいアカウントに移行しなければならず、その新しいアカウントでは、担当官が承認したヘッダー名を使用することが求められています。そしてそこにね、移行先の新しい ID というのがあります。保釈条件により、今後しばらくの間、彼女の活動はすべて SFW、Safe for Work ですね。全年齢向けかつ完全に透明性のあるものでなければならず、保釈条件違反を防ぐ必要があります。ミミは皆さんを失望させてしまったことに、そしてこのような結果になってしまったことについて、心の底から深く謝罪しています。と、こういった内容だったんですね。で、その後ですね、こちらになりますが、本体ですね、先ほどの情報を発信していたこのアカウント、こちらは現在ですね、すべて非公開になっていると。こちらですね。こういった状況になっています。で、その後ですね、こちらにあるんですが、ここですね。ここね、ID を見ますと、先ほどの移行先の新しい ID になってるんですね。これ語尾にね、I が1個増えているんですが、ここ上ですね。このユーザー名、アレクサンドラ・ウィリアムズになっています。で、どうやらこれが本名なんじゃないの、このように言われておりまして、これね、もともとはミミヤナギだったんですが、先ほどの投稿で言っていました。担当官が承認したヘッダー名を使用することが求められているというのは、ここにね、本名を表示しろということだったんじゃないか。このように言われているんですね。で、ここに関してもですね、先ほどの投稿では、本名を示すように言われていますというようにはっきり言っていないため、わからないんですよ。なんですが一応ね、ここ、新しいアカウントでは、アレクサンドラ・ウィリアムズという名前が表示されていたため、おそらく本名を表示しろと言われたんだろうねと、このように言われているんですね。ただ、どうなんですかね、これ。ちょっと僕た今までね、こういったケースというのを聞いたことがないんですが、もし今後もね、SNS を運用するのであれば、おそらく容疑が晴れるまではね、本名を使えと言われているわけでしょ。そこまでして SNS 使いますプクタだったら SNS を使わないですけどね。だから見せしめのためにこれを強要されましたと言うんだったらわからなくもないですが、わざわざなんでこのミミさんが、もしこれが本名というのであればね、それを晒してまで新たな SNS アカウントを作ったのかというのはわかりませんよね。というのも現在ですね、これ。もうね、アカウントないんですよ。消してるんですね。じゃあ作る必要がなかったということになるので、ちょっとね、この辺の行動というのがよくわからないというような状況になっています。で、今回の一件から程なくしまして、こちらね、レディットにこんなスレが立つんですね。妻が2011年に描いたチビスタイルのアート、つまりこれね、先ほどのようなデフォルメされたね、そういったイラストのことを言ってます。これを理由に逮捕されました。しかもそのイラストを描いたり販売した当時、彼女はまだイギリスにすらいませんでしたと。で、この話がですね、内容、タイミングともに、あまりにも先ほどのミミさんのケースと酷似していたため、これね、ミミさんの夫なんじゃないかと。つまりこれ自分の妻が逮捕されたと言ってるんでね、そんな話なんかも出てくるんですね。なんですが、先ほどのね、こちらの記事では、こちらになるんですが、興味深いことに、ほぼ同時期に投稿されたレディットの書き込みが、同じ家庭からのもののように見えると、このように言ってるんですね。で、その後、こちらでアップデートされているんですが、
この件に詳しいとされる読者が X で連絡してきて、レディットの投稿は完全に別件であり、ミミのケースとは無関係だと主張しました。また、この騒動が拡散された後、その VTuber は裁判所に割り当てられた X アカウントを削除しています。なお、我々のチームは、これらの主張の真偽を確認できていないため、ここで共有されている情報は割り引いて受け取る必要があります。ということで、先ほどのレディットの投稿というのは、あまりにもその内容、タイミングが酷似していたんですが、これにね、詳しいと言われている人物から、あら、全く別件ですよと言われていますと、このような情報を共有しています。で、このね、イギリスのこういった情報というのは、現在ネットを中心に非常に錯綜しておりまして、もう何が本当で何が嘘なのか、わからないんですね。例えばね、こちら5月3日に投稿されたものなんですが、英国警察は新たな最低レベルに達したイスラム教徒の感情を傷つけたという理由でマネキンを逮捕するために30人の警察が動員されたのだ。これは風刺ではない。警察は完全に常軌を逸している。ということでね、ここで実際のその動画というのが投稿されているんですが、こういうデザインにされるとね、それっぽく見えるでしょ。ネット記事の見出しのようにね、こうやって見せるというのは海外でよくあるんですが、これね、デマです。これね、2025年の出来事で、イギリスの法務省前で、パレスチナを支持する抗議者というのが、これプラカードって言うんですかね。主張を書いた紙をマネキンに持たせてね、ここで抗議していたというんですよ。で、これらの活動家が警察に逮捕されまして、このマネキンが撤去されてるだけなんですね。で、それがこうなってしまうと。なので、今回のね、この一件に関しても、現状ね、まだ当事者と、その周りの関係者からしか話が出てきていないので、ちょっとね、これに関しては慎重に見た方がいいよねと、このようにも言われているというのは頭に入れておいてください。で、現状ですね、こちら大変物議を醸しましたので、X でもね、このようにストーリーが立っていたりするんですが、やっぱりね、これ、デマなんじゃないのっていう人も割といるんですよ。そしてそれに対しまして、このミミさんの友人たちですね、知り合い、もうまさにね、この方がそうなんですが、ザ・軍師。これは本当に起きているんだと、このように主張しています。もう公開されてると思うから、今なら言っていいと思うんだけど、ミミはこの件について、最初に自分と、あとここもう一人ですね。この人に相談してきたんだと。そして彼女は自分たちの親しい友人ですと。連中は本当に全部持っていった。抱き枕もフィギュアも同人誌もディスコードアカウントもゲームアカウント以外は全部消えた。そしてこの下に続きまして、もはやこれはツイッター上の議論を超えている。イギリスは全体主義国家になってしまった。そしてミミは今、これまで以上にあなたの支援を必要としている。そしてこれに対しまして、これ詐欺だよね。ネットでは本名を使うはずじゃなかったの。で、おそらくこれはね、もうすでにミミさんね、新しく作ったというこのアカウントを消してしまってるので、ID しか見えないんですね。で、ID は本名じゃないんですよ。で、実際はね、こちらスクショになるんですが、これがね、本名だと言われているようで、この記事にたどり着けないと、こういうことを言う人も出てきてしまうんですね。つまり、それだけね、もう現在情報が錯綜してしまってるんですね。で、こちらの記事でも指摘されているんですが、オンラインではこの件全体をエンゲージメント稼ぎやフェイクだとする声が多い。彼女のアカウントには過去の配信履歴がほとんどなく、デバイスが押収されたはずなのに投稿が続いている点などが VTuber 界隈で疑問視されている。というような声を受けまして、先ほどの方ですね、こちらになりますが、ミミの逮捕についてたくさんの質問をもらっているので、彼女の許可を得て、ここに保釈書類を持ってきた。残念だけどそうなんだよ、みんな。彼女は作品が原因で逮捕されて、まるで実際の子供に何かしたかのように扱われている。イギリスはもう終わってるよということで、彼女ね、保釈されたということで、その証拠の書類の画像ですね。ここにこうやってね、4枚にわたりまして上げているんですね。で、ここ見えますかね、書いてあります。ウィリアムズ・アレクサンドルと。一応名前入りの書類ということになっているんですが、結局のところね、これ自体が本物の書類なのかどうかというのは判断つかないので、実際ね、これ本当なのかどうか、これがね、X やレディットで議論されていると。こういった状況になっています。はい、ということで本日はですね、現在一部界隈で大変物議を醸しております。イギリスの VTuber 逮捕に関する話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。ちょっとね、これに関しましては、現状これが本当に起こったことなのかどうなのか、ここの部分と、本当に起きた場合、これがいかにやばいことなのか、ここはね、切り分けて考えた方がいいんじゃないかなと思います。実際ね、ミミさんのこの件に該当するイラストというのがどういうものだったのかというのは分かっていませんが、本当に単純にね、こういった絵を描いただけで逮捕されましたというのであれば、これはやばい話ですよね。ただその一方でね、これというのは本人とその周りからしか出てきていない情報なので、先ほどもね、自分は友人だとしている方いましたが、そもそも本当に友人なのかもわからないでしょ、我々からは。こちらの方ですね、そのお友達と言っている人物なんですが、ここ見ていくとね、これですよ。先ほどのね、マネキンの件、現在この件をね、熱心に拡散されている YouTuber ですね、こちらの方、見事に釣られておりまして、で、それをこのお友達がリポストしているというね、
もう地獄のような状況なんですよ。もうちょっと精査すりゃいいんじゃないかなと思いますが。で、こういうの見ちゃうと、この人たちが言ってることがどこまで本当なのって話になっちゃうんで、僕とはね、このミミさんの一件が嘘だとは言いませんよ。現状ではね、ちょっと慎重に見ているというような状況ですね。ただ、もしこれが本当だった場合、先ほどの法律というのが、政府のね、この担当官の主観によって運用されているということであれば、ちょっと怖い話ですよね。で、海外ではね、こういった絵柄というのをそういう風に見る傾向というのは、これ確かにあるんですよ。なので、もしね、このミミさんの一件が、今後ね、もうはっきりと表沙汰になって、裁判になりましたとかね、現在保釈されているということなので、つまりは裁判待ちってことでしょ。そういうことになって、公的な資料とかが出てくればね、また改めて問題提起できるんじゃないかなと思いますので、一応今日の時点ではね、この本人と周りから出てきている状況と、これに対してどのように言われているのかというのを整理してみました。これについて皆さんはどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。皆さん、ゴールデンウィーク楽しんでください。